大変です。グリルのなんやろね、これ折れてます。かなんね。ちょっとこれね、応急処置していきます。はい、皆さんお疲れ様です。ミニクーパーの方ですね、ようやく修理から帰ってきて、ボンネットとかね、こう開け閉めしてきた時になんかね、違和感あるなと思ったね、このように、ガーニッシュのね、ちょっと爪の部分がすべてね、折れてました。で、かろうじてね、両端の、ビスで止まってるところだけ残ってるというような状況だったので、慌てて、今回ですね、急遽修理することといたしました。ミニクーパーの場合はボンネットダンパーがついてるので、閉める時ですね、ちょうど手がガーニッシュのところにかかるということで、古い車でしたらここにね負担がかかってバキッとこう折れるというような感じかなと思います。で修理出す前まではそれほど違和感なかったんでついてたんですけども、今回こういろいろ開け閉めしたんでしょうねというところでついに行ってしまったのかなと思います。もう今回ね取り外しねめちゃくちゃ簡単です。ビス2本外すだけで簡単に外れると思います。もうこれゴキゴキ最悪です。取れちゃってね、ここもね割れてます。こうやってね全部ねクリップがもうすべて割れてます。はい、はい、これねクリップね外していきます。はい、ということで、クリップの方を外していってます。今ね、手で外してるんですけども、これラジペンとかでね、つまんでこう外せば簡単に取れるので、あとはですね、残りは、工具を使って外していきました。ガーニッシュ外したらこんな感じですね。さっき外したパーツは、その位置に分かりやすいように置いてます。ちょっとこう仮置きバラバラになったら分からんのでね。よいしょ、この順番。はい。念のためここもちょっと補強しときます。グルーガンでね、こいつで補強だけしときます。いや、もう見えないんでね、もう汚いですけど。で次ね、ここね、これは先にアロンアルファかな。はい、ということで折れたクリップをですね、瞬間接着剤とグルーガンを使って取り付けていきます。瞬間接着剤ね、それだけでしたらね、
ちょっとね強度が弱いんで、それで固定しつつ周りをこうグルーガンでですねこう塗り固めるような感じで、取り付けていきます。クリップの方ですけども、結構ね断面が綺麗だったので、そのままですね、間違えることなく元位置にですね取り付けることができました。一応クリップはですね外した時には元ついていた位置がですね分かりやすいように順番に並べてね、置くようにいたしました。でこれでですねちょっとでもこの、作業性が良くなるというか、いうような工夫ですねをしております。これがねもうどれかわからない状態、もうパズル状態になってしまったらかえってね時間がかかっちゃうんで、その辺は綺麗に並べて施工した方がいいかなと思います。とはいうもののですね、もうボロボロのねガーニッシュなんで、こいつは一応仮で、直しておりますけども、いずれはですね綺麗なやつに変えたいなと考えております。べったりつけました。はい、こんな感じでこれでいけると思います。はい、こんな感じで結構しっかりついてます。ちょっとねグルーガンのちょっと厚みが出ちゃったかもしれませんけども、全然いけると思います。はい、あとはねちょっと綺麗に磨いたらいいと思います。ちょっとねこれ止まってます。はい、ちゃんとね効いてますね。ミニの場合ねこう締めるときにここを持つんで、ここをねこうやって持つんで、よくね割れるんだと思います。ちょっとねいたわって持ってあげないと、古い車はもうちょっとね劣化してダメですね。はい、ということで修理の方完了いたしました。応急処置の割には結構ねしっかりと取り付いているので、これでねちょっとねしばらく使ってみたいと思います。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。